ようございます。今日は久々に Vlog を撮っていこうと思うんですけど、忙しい日の Vlog というか、ちょっと出かける予定があったりお仕事がいろいろあったりするので、その様子を今日は撮ろうかなと思います。時間は今朝の9時40分ぐらいになっています。10時から韓国語の授業をするので、全部できるかわかんないんですけど、化粧をちょっとして準備をしていこうと思います。ちょっと最近買ったコスメとかものすごいいいのがたくさんあるので、ちょっと授業終わった後に落ち着いてからいろいろ紹介したいなと思います。パパパッと準備しちゃいますね。네, 안녕하세요.なので、イムニダではなくて、イムニダ。あくまでもパッチムで3語です。これ4語になっているので、3語で言いましょうっていうところですね。はい、今授業が終わりました。急いでね、化粧をしてたんですけど、全然時間なくて、ベストファンデーションだけ塗ったらもう57分だったので、とりあえずリップだけ急いで塗って授業をしました。実はファンデーション新しくね、昨日買ったんですけど、ファンデーションのノリがすっごく良くて、めちゃくちゃ感動してます。肌えぐい綺麗ですよね、今。やばーと思って、まだコンシーラーとかも全然してない状態でこんな感じになってます。めちゃくちゃ綺麗です。何を使ったかというと、このアバウトトーンのファンデーションなんですけど、私は23号を昨日購入しました。テスターで手に塗った時に本当に感動して、すっごくツヤ感とか肌に乗った感じすっごく綺麗だったので買ったんですけど、大正解でしたね。ということで今日はザ・現代ソウルの方に遊びに行くんですけど、約束が2時半ぐらいになっていて、今まだ11時なんですね。一応出る前の予定としては化粧をしてご飯を食べていきたいと思います。なのでちょっとパパパッと一旦化粧からしていきたいと思います。メイクして髪の毛してきました。ちょっとお直しがもうちょっと必要そうだけど、だいたいこんな感じで準備しました。さっきインスタでこの肌すごい綺麗ですみたいなね、ストーリーを載せたら、何下地使ってますかってメッセージが来たんですけど、これ使いました。オングリディエンツの今すっごい話題のローションです。下地っちゃ下地なんだけどローションで、クリームとか塗っちゃうと結構重くてよれちゃう場合があるから、そういう場合はローションがいいよということで、今話題のやつを塗りました。ちなみに昨日の夜はそのパックのバージョンを使って保湿してあげたんですけど、これもすごくトロットロな、なんか水分じゃなくてトロトロのこのローションが本当に入ってる感じで、めちゃめちゃもちもちになりました。今日はたまたま本当にオングリディエンツのものをシリーズ使いしていた日になります。あとこれフィーのリップグロスなんだけど、今使ってるんですけど、こんな感じでピーチの色にね輝いてくれるの、ものすごい可愛くて、最近の一軍のリップになってます。最近いろいろ買ったので、ちょっとお気に入りのやつとかを紹介してみました。ちょっと服とかはまだこれから着替えるんですけど、とりあえずお腹が空いたのでご飯食べていきたいと思います。ご飯はこれ昨日の残りのパンです。しかも見て、これ彼氏が食べかけてたやつ。彼氏が食べかけてたパンと、これ塩パンセットしてくれて、これは私が食べたがってたミルクのパンです。パン温めて食べるのが好きなので、20秒ほどレンチンしてから食べようと思います。せっかくリップ塗ったけど取ります。ご飯食べるときリップ結構べったりついてるの嫌いなんで取ります。どうせ歯も磨いたりしないといけないから、出る前にもう一回塗ります。っていうか家が本当に汚くて、なんか綺麗にしても綺麗にしても本当家ってすぐ汚くなりますね。だから本当は今日外出する前に掃除もしたいと思ってたんですけど、全然無理です。時間的にも多分無理だし、うわぁもうどうしよう。なんか片付けても片付けてもキリがないからやる気がないです。おいしい。っていうか、韓国のパンって本当に高くて、この手のひらサイズぐらいのちっちゃいサイズなのに450円ぐらいするんですよ。高くて高くて。これはでも昨日彼氏がパン食べなって言って買ってくれたのであれなんですけど、日本の安くて美味しいパンがすごく食べたいです。てか朝から何にも飲んでなかったので、大好きなリンティーを飲みます。私は授業の時に何か飲み物としてリンティーいつも飲んでます。化
けどパンに水とかってなんか相性悪そうだから今日はリンティーにします。朝だから1個でも結構お腹いっぱいですね。今ご飯食べ終わって荷物が届いてたので見てみました。シーインから届きました。実はね、シーインでもいろいろ購入してたんですけど、これは多分1本の動画としては撮らなそうなので今簡単に紹介しちゃいます。まずはこれ真っ白のマットなんですけど、私今度オーストラリアに行くんですよ。そこでちょっとピクニックしたいなと思ってピクニック用とかで使えそうなマットを購入しました。あと同じくオーストラリアでもしかしたら行くかなと思って水着を購入しました。ちょっと季節があっちも秋になるので入るかわかんないんですけど、もし急に入るってなった時に可愛いの持ってきたいなと思って、ちょっとこんな感じのモコモコっとした素材の可愛い水着を購入しました。普通に良さそう。あとは小物で、これがキャップにつけるとファンデとかつかないよみたいなやつがあったので買ってみて、これは洗顔する時に水が手の方に垂れてこないようにするやつなんですけど、私は持ってるので彼氏が欲しいって言ってたのであげようと思って買いました。以上、シーインの購入品紹介でした。今ドヒョンデについておまえさんと合流しました。今日はビューティーインフルエンサーのミースコさんという方がドヒョンデでポップアップ開いてるのでそちらに遊びに来ました。こちらです。ミースコさんのお店になってます。おまえさんと来ました。ヤッホー店内めちゃくちゃ可愛い。입술 아래쪽에 그림자 안 그리는 분도 많으신데 여기를 살짝만 그려주는 것만으로도 갑자기 입술 깊고. 実は私ミンスコさんイベントで2回ぐらいお会いしたことがあるんですけど、今日3回目になってます。こんな感じでメイクしてくれてる動画の下に使ってるコスメたちが置いてあるのですごく見やすいなと思いました。 얼마든지 치크랑 립 추천해드릴 수 있으니까 저랑 같이 얘기하면서 다니면 되고요. 오늘 아침에는 구독자분들이 오플런으로 오신 분들도 계셔가지고. 진짜? 今こんな感じで私が気になったロム&の新作の4カラー26から29まで塗ってみました。これ29が一番私的に可愛いかも。めっちゃ可愛いね。うん可愛い。なんかこれとこれが可愛いかも。うんね。さっきの全然ほら見て吹いたけど本当だ残ってる。本当だね。すごい。ピヤピヤ。違う違うピヤ。あピヤ。もう英語でやめてくれみんな。ピヤ。英語かな。このブランド初めて見たんですけど、ミンスコさんがなんかこういうインディーズブランドって言ってまだあんまり知られてないブランドも入れるのがすごく好きみたいで、このブランドをねさっき担当者の方に紹介してもらいました。コダックやと思ってねめっちゃコダックみたいなね。私はマッキーかなと思ったんだけど、なんかこの青とか紫とか見て黄色とかそうそうだから混ぜて使うらしい。イエベとブルベとかでさちょっと合わせて自分だけの色作れそうだよね。저희 세 번째잖아요. 네今こんな感じでミンスコさんピックで5つ選んできました。今ドヒョンデで紅茶に来ました。今期のなんかいちごたっぷりミルクティーみたいなやつと、おまえさんはこれマスカルポーネジュエリーなんとかみたいな、注文しました。春体験やけど甘い。美味しい。でも久しぶりにこんなイチゴのやつ飲んだわ。私もあんまりいちごとか飲まない。ミルクティーがやっぱ美味しいよね。さっきこれでミンスコさんのポップアップでゲットしたのでお家帰ったら紹介します。今これおまゆさんのカメラオズモポケット3なんですけど、めっちゃ色が綺麗で、こ
こうやってねそう動かすの。近づいたらできないの？アップみたいなのできないの？あできる。ここでもややこしいね。ここでやるかここでもできんねんけど、私あんまりアップすることないからここでしてる。へえ、これすごい色味が綺麗。大変やで。なんか知らん間に上向いてたりとか。あ、そう、私も2持ってるからそう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 、わかるわかる。ちょっと大変な時あるけど。色味めっちゃ綺麗で買いたい。今の色より全然綺麗。今結構なんか照明によって色が結構なんか変わるんだよね。でもこのキヤノンの独特の色味がある。あ、わかるわかるちょっと青っぽいのよ。でソニーは黄色っぽいの。わかるわかる。そうだからキヤノンが好きなんだけど、これめっちゃ綺麗。ね、いい。ね、ありがとう。ね、これいいな。今バスで帰ってたんですけど、週末デモのせいでものすごくぐるぐる回って道が塞がってるんですよ。なので電車の9駅分ぐらい道が塞がってるんですね。なのでもう本当にどんなにぐるぐる回ってもそっちの方面に行くことができなかったんですよ。だからもう運転手さんも道がわからないって言ってすごい細い道とか入ったりしてたんですけど、もう本当にダメで、もうぐる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 回ってやっとお家の近くまで来ることができました。8時から今日授業があるんですけど、本当ギリギリお家に着きそうです。平日もデモやってるんですけど、週末はやっぱりデモの規模が大きいみたいで結構道塞がってるところが多いので、皆さんまだまだ注意が必要そうです。とりあえずお家に急いで帰りたいと思います。とりあえず3分前に到着したので今から授業をしていきます。あーギリギリだった。네, 안녕하세요. 네, 그러면 오늘도 수업을 시작할게요. 네, 그러면 오늘 몇 월 며칠이에요? さてさて、お家に帰ってから結構バタバタしてましたけど、今授業2つ終えてきました。時間は夜の10時10分になっています。私はね、やっぱり人と喋ったり教えるっていうことがすごい好きなので、授業楽しかったですね。結構ニコニコお話をして楽しく授業が終えられたんじゃないかなと思います。ということで今からご飯を食べていくんですけど、私お昼にとったパン1個しか今日食べてないんですね。あとはドヒョンデで飲んだゴン茶、しかまだ今日取っていないので、本当はもう10時なのでめんどくさいから料理とか本当にしたくないんですけど、今から注文してもほぼ変わらないだろうっていうことで、もう簡単になんか麻婆ナスとか作っていこうかなと思います。ちょっと冷蔵庫の中見ながらですけども、簡単になんか料理をしていきたいと思います。ナス明日も食べればいいやと思ってちょっとたくさん入れたんですけど、その後に片栗粉を大さじ 1.5 ぐらい入れます。お水 150ml と砂糖小さじ2、豆板醤も小さじ2、醤油小さじ1、味噌大さじ1って書いてるけど味噌ないんでこの味噌汁のパウチみたいなのに入ってたやつ使います。全然ないな、大さじ1もないな。にんにく、オイスターソースも小さじ1、そして肝心のお肉忘れてました。 100g くらい。もうすごいいい匂いしてきました。なんかお肉もっと多くてもいいかもね。丼にしたいからこんな感じで盛り付けます。完成。バタバタで料理をしてバタバタで準備をしました。初めて作ったんですけどビジュアル的にはいいかなと思います。匂いもめっちゃいい匂いです。いただきます。味ものすごい美味しい。私結構料理作るじゃないですか。ストーリー見てる方はねご存知かなと思うんですけど、最初は節約とかの意味合いで料理をしてたんだけど、だんだん料理が本当に楽しくなってきて、
結構最近は趣味かなって思ってます。美味しくできると嬉しいし、彼氏とかに振る舞った時も喜んでくれるのが結構嬉しくて、いろいろ料理新しいレパートリー増やしたいなって挑戦してます。上手にできたから彼氏に写真撮って送ろう。さっきと絵面変わってないかなと思うんですけど、眠すぎてご飯食べ終わってから1時間弱ぐらい今日風呂キャンしようかめちゃくちゃ悩んだんですけど、もう悩んでる時間ももうもったいないなと思ったので、今からお風呂に入っていきたいと思います。せっかく動画撮ってるからスキンケアとかもお見せしたいしと思って頑張ります。眠い。頑張ってパッと入ってきます。お風呂入ってきたので早速スキンケアから始めていきます。スキンケアまず最初にいつもキンワン004のマダガスカルセンテラキックカミングパッドを使っていきます。いつもって言ってもまあ最近ゲットしたんですけど、意外と半分ぐらいもう使っているかなと思います。こういう滑らかのパッドって私は基本的に朝使いたいタイプなんですけど、今エンボス地のポコポコになってるタイプのパックパッドがないので、これでちょっと化粧の残りとか拭いてます。本当はそのポコポコタイプの方が化粧の汚れとか落ちるから、夜はそういうのを使う方が好きです。次にこちらのセットを使っていきます。メイクプレムのグルタチオン PDRN グロークリームと同じシリーズのセラムです。これ使ってから結構マジで今まで気になってたたるみ毛穴がなくなってきました。さっきそれで調べたらこれ弾力を上げる効果がしっかり入ってるみたいで、最近変えたスキンケアさっきのパックパッドとこれぐらいしかないので、多分ねこれのかなりしっとり潤ってくれて保湿感もすごくいいので大好きです。これ全然 PR とかじゃなくて、この前の私が今欲しい目代わりアイテムみたいな動画で紹介させてもらったやつなんですけど、本当にすごくいいのでぜひ皆さんちょっと気になる方ゲットしてみてほしいです。その後にベラの UA 系ネッククリームを塗っていきます。首元のケアも最近気にしてしっかり塗るようにしてます。なんか今まで気になってたのはここのねラインだけだったんですけど、よく見たらここにもね丸くシワができてたんですよ。もうやだーと思って、そこまでしっかり最近は塗るように気をつけてます。夜だけでもいいですし、私はちなみに朝もこれ塗ってます。首だけじゃなくてなんか顔の小じわとかにも効果があるので、結構全身使える万能クリームです。そしてもうほとんどないんですけど、アナシスのアイクリームを塗ります。もうこれがほとんどなくなっちゃったので、今日ミンスコさんのイベントでアイクリームを実はゲットしたんですよ。それもこのスキンケア終わらせてちょっと何ゲットしたか紹介したいと思います。次まつげを溶かしてまつげ美容液を塗っていきます。パックしたり肌のコンディションによっては化粧品変えたりするんですけど、大体のいつもの流れはこんな感じです。このままミンスコさんのイベントでゲットしたアイテムをちょっと紹介したいと思います。じゃーん、こんな感じで5つゲットしてきました。ちょっと1つずつ見せていきたいと思います。1つ目が今お話ししていた AHC のアイクリームです。これこんな感じで塗るところが T になっていてすごく塗りやすいそうなので、ものすごく楽しみです。もう何度も言ってるんですけど、アイケアは本当にもう20代入ったらすぐね使ってほしいと思います。私はケアし始めたのがもうここ 1,2 年なので、ちょっとねもうシワがあって後悔をしてるので、皆さん悪いことは言わないのでアイクリームはね使ってください。次にゴシエロというブランドのアイコニックカラーワンドというものをゲットしました。これ何かっていうと、これはねイベント中にもちょっと説明したんですけど、これチークになっているんですね。今こんな感じでパフも入ってました。このブランドは韓国でもまだそんなに知られてないインディーブランドみたいで、ミンスコさんがでもピックしてたので気になってゲットしたアイテムになっています。チークの先端がこんな感じでふわふわになっているんですけど、ここをね絞って色を出すようなものになっていて、試してみた時にすごくいいなと思ったポイントが、結構みずみずしく発色するんですよ。こういう液体のチークは
私初めて使うんですけど、結構私はファンデーショングローのタイプのものを使うことが多いので、クリームチークとか粉のチークよりこういうちょっとみずみずしい潤いがあるようなチークの方が馴染みがいいんじゃないかなと思って気になってゲットしたアイテムになっています。ちょっとまだ顔には使ってないんですけど、試して動画で紹介したいと思います。次にこちらのリップをゲットしました。これ名前が難しくてオルティナティブステリオっていうブランドのものになっています。これ見たことある方もかなり多いんじゃないかなと思うんですけど、容器がすごく可愛いし、結構紹介してるインフルエンサーの方が多かったので、もともとすごく気になってたアイテムなんですけど、ミンスコさんのポップアップにあったのでゲットしてみました。カラーは私は2番のローズボールというカラーをゲットしました。次にホリカホリカのマイペイドムードアイパレットです。今回私レタープロミスプリンっていうカラーをゲットしたんですけど、実は色違いでポリイノッツっていうカラーを持ってるんですよ。で、こっちのカラーをおすすめしているビューティー YouTuber の方が本当に多かったので、今回気になってゲットしてみました。使い心地としてはこれ本当に私も気に入ってたので、この今日ゲットしたカラーがどんな色なのかちょっと楽しみです。そしてこちらペリペラのアイシャドウもゲットしました。これネーミングがすごく可愛くて、ウリチベボクソガポロハレって言って、うちの家に桃見に来ないみたいな名前なんですけど、すごい可愛いなと思いましたね。7号で新発売されたばっかりのカラーらしいんですけど、ちょっとこんな感じでピンク味があって可愛いなと思ってゲットしました。さっきのホリカホリカのと比べるともうちょっと濃いピンク、しっかりピンクっていうカラーで色の違いも出るんじゃないかなと思って気になってたので、今回こちらもゲットしました。はい、こちらの5つをミンスコさんのポップアップイベントでゲットしたんですけど、本当にどれも気になるものばっかりなので、早速明日ちょっとメイクで使ってよかったら皆様にも紹介したいなと思います。そしたら一旦髪を乾かしてまたカメラの前に来ようと思います。正直マジで眠いんですけど、毎日最近夜寝る前はヨガを日課にしてて、 2,3 週間ぐらい毎日ヨガをやってるんですけど、私が大好きな B フローの姿勢改善プログラムの9日目になってるのでやっていこうと思います。ちょっと眠いからもしかしたら1個だけするかもしれないです。でもまあやんないよりはいいかなっていうことで、これ再生してヨガやっていきます。結局2コマ分ですね、約30分ヨガをしてきました。ヨガしたらね、結構やっぱ気持ちくてね、ハマってます。大好きですね。夜もすごくしっかり眠れるし、朝ね、何より目覚めがすごくいいんですよ。ヨガってストレッチとかとあんまり変わらない部分がね、あるかなと思うんですけど、1日ストレッチをしないだけで結構体凝り固まるみたいなので、今日はもう2時半と結構ね深夜になってきたんですけど、眠いながらも頑張ってよかったなと思います。今日動画いっぱい撮るのあるかなとか思いながら、今日ね、せっかくだしということで Vlog 撮ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。今回の動画も最後まで楽しく見ていただけてたら嬉しいです。それでは私はそろそろ寝たいと思います。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。